今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。さて、今日のテーマはこちら。あなたの性格、日本語でなんて言う？皆さんは自分の性格を日本語で説明できますか？英語だと kind、shy、シリアスみたいな言葉がありますよね。でも日本語にはもっと細かくて面白い性格の表現がたくさんあります。今日は日本人がよく使う性格の日本語を一緒に見ていきましょう。まず一つ目はのんびり屋です。のんびり屋は急がず自分のペースでゆっくり行動する人のことです。例えば待ち合わせの準備に時間がかかったり、休みの日は一日中ゴロゴロしたりする人ですね。私結構のんびり屋なんだよねとか、あの子はのんびり屋だからあんまりせかさない方がいいよとか。はい。そして次はそんなのんびり屋とは真反対のせっかちです。せっかちは何でも急いでしまう人のことです。例えば歩くのが早かったりとか、相手の話を最後まで聞かずに結論を知りたがったりとか、あとはね、エレベーターの閉まるボタンをすぐ押したくなるような人ですね。お父さんはすごくせっかちです。私はせっかちだから返信が遅いとすごく気になるんだよねとか、イメージ的にはのんびり屋さんが、田舎出身の人に対して、せっかちな人はね、ちょっと都会出身の人が多いかもしれませんね。はい。次はおっちょこちょいです。面白い響きですね。おっちょこちょいは。はい。おっちょこちょいとは、ミスが多かったりとか、少し抜けていたりする人のことです。例えば、財布を家に忘れてきちゃったりとか、電車を乗り間違えちゃったりとか、あとはね、スマホを冷蔵庫の中に入れちゃったりとかね。はい。でも、日本語では、おっちょこちょいはね、ちょっと可愛いニュアンスで使われることが多いです。私のお母さん本当におっちょこちょいなんだよねとか、あの子はおっちょこちょいだけど、そこがまた可愛いんだよねという感じでですね。なんかネガティブというよりかは、ちょっと可愛らしいっていう雰囲気がある言葉かもしれませんね。はい。そして次は、真面目です。真面目はすごくよく使う言葉ですね。意味としては約束を守るとか、時間を守るとか、仕事や勉強を頑張るとか、そういう人によく使うかなって思います。一方で日本語の真面目はネガティブな意味で使われることもあって、少し硬い人とかね、ちょっと距離がある人とか、あとは冗談が少ない人とかっていう意味で使われることもあります。彼はね、すごく真面目ですとか、ちょっとね、真面目すぎて疲れちゃうこともあるんだよね、みたいな風に使うことができます。次はマイペースです。これはさ、英語のマイペースとは違うかもしれないんだけど、もしかしたらその日本ジャパングリッシュで作られた言葉かもしれないんだけど、マイペースっていうのはなんか周りに流されないで自分のペースを大切にする人のことを言います。時々人の話を聞いていないように見えたりとか、あとはね、なんか他人の意見に左右されないっていう意味では、協調性がないのかなって思われることもあります。でもマイペースという言葉自体は結構ニュートラルなので、良くも悪くもマイペースって感じですね。彼女はすごくマイペースとか、私は昔からマイペースって言われることが多いんだよねとかっていう風に使うことが多いですね。はい。次は人見知りです。人見知りは初めて会う人と話すときに緊張しやすい人のことです。最初は静かだけど
仲良くなるとたくさん話す人も多いですね。私かなり人見知りなんだよねとか、モンチは人見知りだから最初は静かかもしれない。そんな風に使いますね。はい。そして続いて次は負けず嫌いです。負けず嫌いは負けるのが嫌いで、何でも頑張る人のことですね。例えばね、勉強でもスポーツでも、恋愛でもね、何でもね、負けたくないっていう気持ちが強い人ですね。あの子は本当にかなり負けず嫌いだからね、とか。私は負けず嫌いだから、努力できるんだよね、とか。負けるのが嫌いっていうことで、負けず嫌いという言葉があります。続いて、八方美人です。八方美人は、八方っていうのは、八個の方向っていうことだよね。八個の方向に対して、すごい美人ですよっていうこと。すなわち、誰にでもいい顔をして、みんなに好かれようとする人のことです。悪く言うと、本音がわからない人とか、誰にも嫌われたくない人という意味で使われます。ちょっと八方美人っていうと、個人的にはちょっとあんまりいい言い方じゃないのかなと思っていて、あの子は八方美人だよねって言ったら絶対に悪口だと思います。みんなに好かれていいねじゃなくて、どっちかというとちょっとネガティブな意味で使われる言葉かなって思います。あんまりね、八方美人にすると人から信頼されなくなっちゃうよ、みたいな。感じですね。はい。気をつけないとね。個人的には、八方美人については、誰に対しても平等に優しくすることはいいと思っていて、ただ、A さんに対しては B さんの悪口をめっちゃ言って、今度 B さんに対しては A さんの悪口をめっちゃ言って、C さんに対しては A さんと B さんの悪口を言って、みたいな。全員の悪口を言ったりとか、もしするような八方美人だったら最悪かもしれないなって今思いました。うん。そうじゃなかったら、別にね、みんなに好かれようとすることって何がいけないのかなってね、個人的に思ったりするんだけど、八方美人っていうと、ちょっとね、ネガティブな、要素があるような気がします。はい。続いて、頑固です。頑固は、自分の考えを変えない人のことですね。悪い意味で使うこともありますが、信念が強いっていう意味で使うこともあります。時々、私のお父さん頑固親父なんだよねって言って、すごいね、自分の信念があって、あまり娘の言うことを聞いてくれないっていうね、お父さんもいたりしますね。あとは、彼女はね、頑固なんだけど、自分の考えをしっかり持っているみたいな。やっぱね、芯が強いっていうのと頑固っていうのはね、ちょっと違うじゃ違うけどね、頑固っていうのは本当にね、硬い感じだけど、芯が強い人の中には別に芯はあるんだけど、それ以外に関しては結構、柔軟に対応できるとか、多少違いはあるとは思うんだけど、頑固はもうちょっとね、絶対に変えたくないみたいな、ちょっと硬くなっちゃってるようなイメージがあるので、頑固もちょっとネガティブなね、言い方かもしれませんね。はい。続いて面白い表現は天然です。天然は少し不思議で悪気なく面白いことを言ったりしたりする人のことです。天然の反対は養殖なんですけど、天然っていうのは、要するに、なんていうのかな、わざとじゃなくて、面白い人というか、わざとじゃなくて、ちょっとバカなことやっちゃうとか、わざとじゃないけど、面白い人っていう感じで、天然という言葉が使われますね。ちょっとね、雰囲気的にはふわふわしているというか、真面目な人と比べると、天然の人はもうちょっと自分がこうあらなきゃいけないっていう感覚が少ないというかね、可愛らしいなーっていう人が多いですね。はい。おっちょこちょいと天然は近いかもしれないですね。はい。そういう雰囲気がありますね。はい。例文としては、あの子ってすごい天然だよねとか、私はよく天然って言われますって言うとちょっと嫌味に聞こえるから、言わない方がいいけど、
まあ、時々天然って言われるんだよね、くらいだったら大丈夫かなと思います。はい。続いて、空気が読めるです。空気が読めるは、その場の雰囲気とか、人の気持ちを考えて行動ができるっていうことで、日本ではね、とても大事にされる性格です。KY っていうね、言葉があって、KY って言ったらね、反対に空気が読めない人のことですね。はい。なんで KY は空気が読めるじゃなくて空気が読めないのかは理由はわからないんですけど、KY って言ったら空気が読めないの略ですね。はい。やっぱその場に合わないことを言っちゃったりとか、人の気持ちに気づかなかったりする人のことですね。かなり強い言葉なので、使うときは少し注意が必要です。あんなこと言うなんてさ、誰々ですってほんと KY だよねとか、空気読めなすぎとか、ちょっとかなり悪口になっちゃうので、人に対しては使わない方がいい言葉かもしれませんね。はい。続いて、めんどくさがりです。めんどくさがりは、何でもめんどくさいと思ってしまう人のことですね。例えば、掃除とか勉強とか、LINE の返信、あとは運動とかね、やらないといけないことを後回しにしがちな人ですね。めんどくさがりって聞くとね、ちょっとなんかのんびりしてる雰囲気もありますよね。なんていうのかな、いい意味じゃないんだけど、でもなんか憎めない人っていう雰囲気がありますよね。めんどくさがりの人は。なんか別にすごい悪い人じゃないんだけど、あの人、めんどくさがりだから返信しないのかもね、とか、ちょっとめんどくさがりだから部屋が汚いのかな、とか、そういう風に使ったりします。かわいいね。かわいい。はい。続いて、神経質です。神経質はね、すごい細かいことが気になる人のことで、音とか、匂いとか、汚れとか、あとはね、このレイアウトをどこにするかみたいな。あと人の言い方とか、いろんなことに対して敏感な人のことですね。ちょっと彼はね、神経質なところがあるんだよね、とか。私神経質だから、神経質かもしれないんだけど、やっぱ2階に住んでる人のこと気になっちゃうんだよね、とかね。神経質はあんまりいい意味じゃないんだけど、なんていうのかな。近くに来た。神経質っていうとね、あんまりいい意味じゃないんだけど、ただね、難しいな。なんて言えばいいんだろう。やっぱりね、神経質のイメージは、そうね、すごい細かい人って感じかな。やっぱり。やっぱりね、神経質のイメージとしては、すごく細かい人っていうね、感じですね。はい。私は結構ね、神経質とはね、反対の性格なので、そんなに、きっちりしていないんだけど、神経質な人もいますと。続いて、ちゃっかりしているです。ちゃっかりしているっていうのはね、自分にとって得になることを上手に見つける人ですね。ちょっとずるい感じもあるんだけど、世渡り上手っていう意味で、背渡り上手っていう意味で使われることがあります。本当にゆりちゃんってちゃっかりしてるよねとか、気づいたら一番いい席に座ってて、やっぱりちゃっかりしてるなーって思いましたみたいな感じで、ちゃっかりしてるは容量がいいとか、あとはそんなに悪い意味で使われる印象はないですね。相手に対して、ちょっとちゃっかりしてるとこあるよねっていう風に言えるくらい、別に悪い意味ではないかなって思います。はい。続いて、甘えん坊です。甘えん坊は人に甘えるのが好きな人のことです。恋愛ではよく使われる言葉ですね。実はスキピはね、結構甘えん坊なところあるんだよね、とか。私ね、甘えん坊な人が好きなんだよね、とか。そういう言い方ができるかなって思うんですけど、やっぱ人に甘えるのが好きな人とか、ちょっとね、子供っぽいところもあるような人のことを甘えん坊と言うかもしれませんね。続いて、寂しがり屋です。寂しがり屋は、一人でいるのが苦手で、誰かとね、ずっと一緒にいたい人のことですね。
恋愛でもよく使います。彼女は寂しがり屋ですとか、私寂しがり屋だから一人旅は少し苦手ですみたいな。もち大丈夫？なんか個人的には私は一人旅が大好きなので、なんかね、全然寂しがり屋とはね、遠い。寂しがり屋とは、反対にね、いるような性格なんですけど、やっぱ寂しがり屋の人、女の子だと多いかもしれませんね。はい。続いて、秋っぽいです。秋っぽいは何かを始めてもすぐに飽きてしまう人です。ダイエット、勉強、趣味などが長く続かない人ですね。ちょっと私秋っぽい性格なのでとか、あの子は秋っぽいから趣味がすぐ変わるんだよねとか、あの子は秋っぽいから彼氏がすぐに変わるんだよねとか。秋っぽいもちょっとね、あんまりいい意味じゃないかな。はい。なんかある意味我慢できない人みたいな風な言い方で秋っぽいっていう風に、使われるんだけど、別にすごくネガティブな言葉ではないかもしれませんね。はい。そして最後はしっかり者です。しっかり者はすごく頼りになって、ちゃんとしている人のことですね。例えば忘れ物をしないとか、約束を守るとか、お金の管理が上手とか、そういう人ですね。私はね、よくね、しっかり者って言われるんですけど、若いのにしっかりしてるよねとか、そういうふうに言ってもらうことがありますね。一応お姉さんなので、はい。しっかりしてるかもしれません。はい。皆さんはね、どの性格が自分に一番近いと思いましたか？のんびり屋ですか？せっかちですか？それとも負けず嫌いでしょうか？ぜひコメントで皆さんの自分の性格を日本語で書いてみてください。私はね、自分では人見知りでちょっとおっちょこちょいだけど、せっかちなところもちょっとあったりとか、でもね、マイペースな一面もあったりとかだなーって思いますね。はい。もちろんちゃんとしてるというかしっかりしてるなっていうふうに思いますね。はい。皆さんは私の性格はどんな感じだと思いますか？はい。今日もね、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。